夜話せよ、しゅうせみだ。本日なんですけど、本日は4月8日までなんですけども、9点のメガポがやっております。そこでね、総合ランキングを見て、韓国目線で皆さんの方にシェアしたいなと思います。合わせて今、韓国で流行っているアイドルメイクがありますので、そこら辺もね、合わせて最後に皆さんの方にシェアしたいなと思いますので、最後まで見ていただければと思います。それでは早速、行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけどね、本日ね、9点メガポですね。今年も第1弾のメガポなんですけども、もうそろそろ終わるんですけど、その後にはね、メガ割りが控えてるので、今回のね、ポイントをもらって、メガ割りで使うっていうね。で、そこでちょっと気になるのが、総合のね、ランキング、メガポで何が売れてるのかっていうのをちょっと僕は気になったので、ちょっと見ながら皆さんの方にシェアしたいなと思いますので、合わせてね、最後にね、今韓国で爆発的に流行っているメイクがあるんですよ、女性のね。そこをちょっと最後に合わせてちょっと雑談形式として最近の流行りみたいなところでシェアできればなと思っております。で、早速なんですけども、こちらですね、メガポ 20% ランキングなんですけども、ランキングのところを押していただいて、そしていつもね、コスメのところ見てるんですけども、今回はちょっと総合のランキングでも見ようかなと思って、何が売れてるのかっていうのをちょっと見ていきたいなと思うんですけども、見てください。これ1位ですよ。1位がメディキューブのこの美顔器なんですよ。やっぱりすごいですね。これ、29,700円で購入できるんですけども、クーポンを使用してね。非常にお安いっていうところで、いつもお安いですよとはお伝えしてるんですけども、実際に効果はどうなのかっていうところなんですけども、効果はいつもお伝えさせてもらってるんですけども、こちらを使用した動画の方もアップしてるんですけど、顎のたるみとかはめちゃくちゃ効く。ほんと1回で効くんだけど、顔とかのこのツヤ肌みたいなね、春のツヤ肌フルセットみたいなの書いてるんですけども、ツヤ肌にはこの美顔器だけではならないですね。合わせてついているこの PDRN、最近流行ってるかと思うんですけども、そちらを一緒に使うと、ツヤ肌になるのかなと思うんですけども、多分これ一時的な感じなんですよ。なので美顔器でツヤ肌になる感じではないです。なので美顔器これ使ってめちゃくちゃツヤ肌になるっていう思って購入しない方がいいかなと思いますね。たるみとかは全然取れるんですよ。で、なぜかというと、もうこういうものでたるみが取れないとおかしいんですけども、一時的にたるみって取れるんですよ。周波数とか当てれば取れるので、そういうので取れるのは当たり前なんですけども、持続はないですね。なのでこういうものは毎日することをお勧めするんですけど、これが、このクーポン時で29,700円で買える、3万円以内で買えるっていうのは超安い。いつもお伝えしてるんですけども、10年前とかだとこの機械が多分おそらく10万円以上かな、そんぐらいするような感じだったんですよ。なので最近はこういう効くものがお手頃に買えるっていうね、3万円以内で買えるっていうのはもう本当にありえないっていうか、10年前から考えるとね、いろいろね、技術もすごく発展してるからそうなるのはわかるんだけども、この金額は超安いですね。で、あと合わせてこれ1位来てるのはメディキューブってね、ブランド力があるからだと思うんですよ。で、これメガポもそうだけど、メガ割でも1位なんですよ。なので、やっぱりこれ売り上げめちゃくちゃ上げてると思うんですよね。で、メディキューブもちょっとわかんないけど、内部事情はわかんないですけど、それを味を知っちゃって、小さい機械もね、ミニも出してるので、売上超絶これは上げてるかなと思いますね。で、メディキューブってもともとニキビケアに特化したスキンケアブランドで流行り出したんですけども、韓国で8年前ぐらいかな、オリーブヤングでポップアップみたいな感じでね、もう大々的にオリーブヤング入ったら目の前にね、もうあるような、わーっと置いてあるような感じだったんですよ。で、メディキューブの、広告塔になってた方が、男性だったんですけども、その時はね。で、日本でいうさんまさん的な感じの人が広告をしていて、もう韓国ではもうどのテレビ番組もできてるような眼鏡かけてる司会進行みたいな形されてる方がいるんですけども、その方が広告となって初め売ってたんですけども、そこからなんかいろいろいろんなアンプルとか出してきたりとかいろいろして、最終的にメディキューブも最近美顔器にたどり着いたのか、他のものはもちろん売ってるかと思うんですけど、美顔器めちゃくちゃ売れてると思うんですよね。多分おそらくメディキューブの中の9割とか8割は売り上げも取ってるからなと思うんですけども、そんな感じでメディキューブ美顔器すごいなって、売れててすごいなっていうのありますね。最近ホームケアのものが流行ってるっていうのもあるので、売れてるかなと思うんですけども、こういうものって韓国でちゃんと美容皮膚科に戻していい認定取ってるところもあるので、そこら辺はいろいろ調べた方がいいかなと思うんですけど、あと合わせて韓国の
美容器具を作ってるメーカーがこういうホームケアのものとか出してるので、僕はそういうものを結構使って好きだったりするんですけども、このメディキューブって言ったらもう誰もが知ってるブランドだったりするので、そういうところめちゃくちゃ売れてくるんだろうなっていうちょっとね印象はあるんですけども、そんな感じでこういうふうに1位で1908万2000円売り上げてるんですけども、すごいですよね。総合のランキングで1位取ってくるのですごいなと思いますね。でちょっと2位見てみたいと思うんですけど、2位が任天堂なんですよ。でいつもは任天堂がだいたい1位に来てるんですけど、総合ランキングで2位に任天堂を抑えての1位ですからね。しかもこの金額の差が全然違うんですよ。2位が266万7000円で販売してて、1位との差が何倍もあるっていうところで、もちろんメガ割りじゃないっていうところもあるから、メガポだから、こんぐらいの金額の差は出てるのかもしれないんですけども、言うても任天堂の方が高いので、金額が39,150円なので、これちょっと中見てみたいと思うんですけど、39,150円、これでその売り上げの差ですからね。そんな感じで2、3、4とか見てもらうと、任天堂が入ってるので、毎回任天堂はね総合のランキングで入ってきてるので、金額はかなりこの3つだけで上げてるからと思うんですけど、3つでも、メディキューブにはかなわないかなと思います。メディキューブの総合で考えるとね。そんな感じで、4から5に行くと、美顔器になってくるんですけど、パナソニックの美顔器ですね。こっちの方が僕は結構いいなと思うんですけども、このものでも71,280円なんですよ。こうやって見てもらうとお分かりの通り、パナソニックのメイドインジャパンだから安心ですよみたいな感じで使用される方多いのかなと思うんですけども、ここら辺の周波数も上がってるっていうので売れてるでしょうね。史上最高の周波数を出しているので、パナソニックがね、あと AI による肌分析もできるので、そこら辺で結構使いやすさと、パナソニックっていう安心感はあるのかなと思うんですけど、こういうものだけでも、見てお分かりの通り金額も71,280円なので、クーポンを使ってね、正規の値段が79,200円なので、こんぐらいするんですよね。こんぐらい払って安心できる商品だったりするので、やっぱりこんぐらいの金額は使っとかないとやっぱ効かないかなっていう感じはあるんですけども、美顔器ってちょっと美顔器の闇みたいのがあって、美顔器でね大きな肌トラブルの報告っていうのはないんですよ。裏では分かんないんですよ。上がってるのかもしれないですけども、こういうもので大きなトラブルっていうのは起きないような設定で作ってるんですよ。周波数も踏まえて。で美容皮膚科でやると、そこら辺はリスクがありますよっていうものを書かされるんですよ。なのでリスクがあるってことは効くんですよね。そんぐらい攻めてる美容皮膚科だったりとかする施術なので、こういうものだとやっぱり大手が作ってて、何か問題があったら本当に賠償責任とかいろんな問題が起きるので、そういうギリギリのところで作ってるか、そのもっと下あたりで作ってるっていうのがあるので、ここら辺はねちょっとねホームケアだから、そうだろうと思いながら使わないといけないのかなと思うんですけども、そういうちょっとした闇があるっていう感じですよね。なので一時的な効果っていうのはもちろんあるんですよ。こういう美顔器っていうのは。なんですけども、継続的に考えると肌のたるみとかの原因になってくるので、20年とか30年になってきた時にはどうなるかっていうのが未だ報告されてないので、そこら辺はねリスクを負いながら使っていく必要があるかなと思うんですけども、そんな感じで使っていった方がいいかなと思うんですけど、10年前とかだと LG とか、そういうとこだと、マスクとか LED のマスクとかあったんですけども、そういうものだと20万とかね、そんぐらいぐらいしたんですよ当時って。そう考えるとこういう美顔器とかももうちょっとしたんですけど、めちゃくちゃ安く買えるようになったよねって感じなので、手に入れ出してるっていうのもあるんだと思うんですけども、ちょっとリスクもあるっていうところを踏まえながら使用していった方がいいかなと僕はちょっと思ってたりします。次いきますね。次がこちらパナソニック、そんな感じで6とかで、7位になってきたら入ってますね。スキンケアがゼロ色のやつが、こちらのコラボセットなのでもちろん売れてるのかなと思うんですけども、この評価も非常に僕はいいって聞くので、ちょっとぜひ使ってみたいなって感じあるんですけど、使ったことないんですけども、こちら評価は周りの評価がすごくいいので、ちょっと使ってみようかなって感じはあって、この後ちょっと機会があれば使ってみようかなと思ってる感じでございます。あとこれはコラボっていうところで
上位に入ってきてるんだと思うんですけども、クーポン時で8561円ですね。最近のコスメは非常に安いっていうか、ブランドさんもやっぱり大変だと思うんですよね。価格競争っていうか、どんだけ下げればいいのかっていうか、なかなか下げにくいと思うんですけど、それで成分の量を削ってもらいたくないなって非常に思ったりするんですけども、そんな感じで7位に入っているコスメですね。で、8位になってくると任天堂、そして9位になるとやっぱりこれですよ、メディキューブの美顔器が入ってるんですよ。こちらコラボになってるんですけども、先ほどのブースタープロのミニですよね。持ち運びしやすいっていうところと、金額をお安く設定しているので、結構、若い層にでも購入しやすい金額設定にされてるのかなと思うんですけど、1万12円っていうところでクーポン時で非常に安いですよね。非常に安いっていうかめちゃくちゃ安いですよね。これだとやっぱり試してみる価値はあるのかなと思うんですけど、プラス抽選200名でコスメのセットがなんかもらえるのかなって感じだと思うんですけども、そういうところでやっぱり人気を上げてるのかなって感じだと思うんですけどね。こちらも毎回メガ割メガポ、入ってますよね。なので、こちら買うんだったらやっぱりミニじゃない方がいいかなと思うんですけども、こちら持ち運びする方がやっぱり購入するのと、価格帯をこんぐらいで抑えたいって感じの方かな。先ほどのがちょっと何倍もするので、購入がちょっと厳しいって方はこっち購入するのかなと思うんですけども、ミニはちょっと微妙かなと思いますね。この周波数とかの中もいろいろ見たんですけども、ちょっと僕的には微妙かなと思うんですけど、エイジプロの通常の方がいいかなと思いますね。でも安い、超安い、この周波数を考えてこの1万円で買えるというのが超安いですよね。でもこの金額を考えたら買いですよ。間違いなく買いなので、ちょっと試しに使ってみたいって方はミニ使ってみるのはありかなと思うんですけども、このミニ買ったらおそらくこの通常の方のライン買うかなと思うので、だったら先にそっち買っちゃった方がコストは抑えられるかなって正直は思います。これだけでツヤ肌めちゃくちゃなりますって感じじゃないので、そこら辺は理解した上で購入するのをお勧めいたしますね。一時的な効果だっていうのがあるので、そこら辺は美顔器はもう一時的な効果っていうのがあるので、そこら辺はね、理解した上で購入して使用するのをお勧めしますね。はい、そんな感じで10位に行くんですけども、10位フィーですね。こちらですね。フィーはね、僕ね大好きですね。グロスとかもそうだし、パレットもそうなんだけども、フィーはお安くていろんな色も揃えてるし、めちゃくちゃおすすめできます。あとプロダクトとしても非常に僕大好きで、キーリングとかもついてあったりするものがあるんですけども、結構メイクさんとかも揃えてる方も多かったりするので、ぜひおすすめいたしますね。グロスが1584円。もちろんねこちら男性も使えるので、男性の方もおすすめできるかなと思うんですけども、いろんな色揃えてるので、こういうグロスとかだとディオールとかも使ったりするんですけども、この金額でこのプロダクトの持ってて所有欲を上げてくれるみたいな感じは非常に大好きなので、フィーはねすごく大好きですね。このグロスに限らず全部のものが大好きなんですけども、はい、でこの流れでちょっと11位から20位の見ていきたいなと思うんですけども、任天堂が入ってて11位にで、12位にこういうコスメが入ってる。これは使ったことないのでわからないですね、使用感はどんな感じなのか。はい、でこういって PDRN が入ってたりとかするので、あとこちらもこれねものね、あと PDRN ヒアルロン酸アヌアですね。PDRN めちゃくちゃ最近流行ってる感じだと思うので、前回もそうだったんですけども、流行りがすごく爆発的に流行ったのが前回かなと思うんですけども、ちょっと若干流行りが落ちてる感があるかなと思うんですけども、未だに流行ってる感じですよね。PDRN の商品って聞きます？聞いたものありますって感じだと思うんですけど、どうですかね皆さん使用してみて。僕ね、こういうコスメのやつで PDRN で使用して聞いたものがないんですよ、未だに。で僕は美容皮膚科のどれぐらい効くかっていうのは分かってるからだと思うんですけども、効くものがないんですよね。なのでぜひ PDRN の効くものにちょっと出会いたいっていうので、そこら辺ちょっと僕いろいろ探してるんですけど、未だにないですね。あったらぜひちょっと教えていただきたいと思うんですけども。で次に16にこんな感じで、VT の PDRN ですけども、これもね効かなかったんですよ。
このトーンアップのシートもは若干良かったけど微妙だったかな。ここのやつだとトーンアップのやつがまだ良かったって感じですかね。ですけどこの PDRL のシートマスクのシートはめちゃくちゃ薄かったのでちょっと微妙だったかなって感じですね。はい、で次17のこちらの、VT のショットですね。このショットもね効くって結構いろいろ聞くんですけど、聞くっていうか SNS 上で見るんですけど、あと YouTube 上でも見るんですけど、効きますかね。どうなんだろう。僕はね効かなかったんですよ正直。この100のやつを使ってチクチク感がすごかったっていうのもあって、このチクチク感で、針ショットがチクチク感がするんだけども、翌朝も洗顔した時もめちゃくちゃチクチクするんですよ。でこの針ショットって、こう流行ってるからいろんなもの僕使ったんですけども、セリマックスのやつの方が良かったかなって感じですね。効く部分に対してねなんですけど、こちらはねあんま僕はちょっと聞かなかったので、ちょっと聞いた感想っていうのをちょっといろいろ聞きたいなと思うので、聞いた方いらっしゃいましたらぜひコメントの方を残していただければ非常に嬉しいかなと思います。韓国ではちょっと20代あたりに流行ってはいるんですよこのショットね。美容皮膚科でも同じような感じでできるものがホームケアでできますよみたいなのあってるんですけど、20代半ばぐらいからは一切聞かないですね。聞くっていう話は韓国ではですけど、もちろん聞く方ももちろんいるかと思いますよ。いるかと思うんですけど、ちょっと僕の周りではまだ一度も聞いたこともないので、そういう話をちょっと聞きたいなっていうところで、僕も使用して実際にあんまり聞かなかったので、僕には聞かなかったのかもしれないんですけど、僕は聞かなかったっていうところで参考にしていただければと思うんですけど、聞いた方いらっしゃいましたらぜひちょっと聞きたいですって感じでございます。で18いくとアヌアのアンプルですね。レチノールアンプルなんですけども、アヌアのアンプルは正直いいですよ。アヌアの中で一番いいのはアンプルだと僕は思ってるんですけども、アンプルの中でもちょっと微妙だったのがレチノールなんですよ。それ以外はもう超絶いい。本当に使いやすくて、テクスチャーも一年中使えるし、僕はいつも言ってるんですけども、その天候だったりとか、気候とか湿度とかね、温度みたいなところでいろいろ使い分けてるんですけども、スキンケアのものをね、商品を。アナのものってどこ行っても使いやすく使えるので、そこら辺は満足してて、効果もあるし、金額も割と安めに設定してるっていうのがあって、誰にでも使いやすく、手に出しやすくて、誰にでも効くみたいな感じなので、非常にうまく使っててめちゃくちゃいいと思うんですよ。でもその中でも僕アンプルのねものは特に一番効くと思うんですよ、の中では。でもその中でもレチノールはちょっと微妙だったかなって感じですね。このレチノールは僕もいろいろ使ってきてずっといろんなものなかったんですけども、最近だとテラロジックとセリマックスが一番効くので、そこら辺を考えるとちょっと微妙だったかなって感じですね。安いからね、初めからは心はいいかなと思うんですけれども、レチノール 0.3 ですね。ちょっとね初めからしてはちょっと高いのかもしれないですけども、使ってみるのはいいかなと思いますが、何度も言いますけどアンプルの中ではちょっと、あとレチノールいろんなあるものの中ではって僕にはちょっとあんまり効かなかったかなって感じですね。でもアのアンプル群はめちゃくちゃいい。はい。で次19ですね。こちらもアなんですけども、アゼラインさんですね。こちらすごく良かったです。こちらおすすめできます。肌採水には非常に良かったりするので、さっぱり使えるので、これからの時期超絶流行ってくるかと思うんですけども、夏に使いたい感じのテクスチャですよね。こちらも安いしね、2520円なので超安いですね。アナのアンプルは人気あるのかな、やっぱりね。特に日本はすごく人気あると思いますね、アナはね。なので、20に行くと、こちらがスキン104ですね。最近ここら辺もちょっとノリに乗ってるメーカーだったりするんですけども、ここのやつだと僕はね一番ね使ってるのがね、保湿肌バリアケアのプロバイオシカのやつなんですけども、こちらが一番いいですね。使いやすくて結構大好きです。一式のラインで使うのが。なのでこちらをおすすめできるんですけども、ここ5年前ぐらいから流行りだしたスキン104なんですけども、これ後に僕知ったんですけど、確かめてないんですけど、スキン104って104の頃1004って、韓国語でチョンサって言うんですよ。でチョンサって天使っていう韓国語なんですよ。チョンサっていうだけだとね。なのでスキンの天使っていう意味なのかなと思ってるんですけども、どうなんだろ
まあスキンの天使っていう意味なのかなってちょっと思ったりして見てたりしたんですけど、まあちょっとそこら辺が考えてて面白いなと思って、まあ後にね考えてたらあれと思ったので、まあ、ちょっと話させていただいたんですけども、まあそんなことはさておき、まあそんな感じで20位がスキンワンオホですね。でまあここら辺見ていただければお分かりの通りナンバーズインが入ってないんですよね今回ね。ナンバーズイン3番めちゃくちゃ人気じゃないですか。まあ今回もこちらのメガポには力を入れなかったのかメガアリーヌに入ってるんですけどね。まあそんな感じでまあナンバーズイン韓国ではそんなかなって感じなんですけど、正直ね、まあ日本では非常に人気があるって感じで、まあ使いやすいし金額も安いし全部使ったことあるんですけど、やっぱりいいですよね。ナンバーズインのねトワンプクリーム超絶いい、すごくいいね。であと3番のシートマスクもいいんだけども、僕の中ではトワンプクリームが超絶いいかなという感じの印象ですけども、まあそんな感じで21からザーパーってなんか流れで見てみると、まあ、スキンケアもやっぱり大きなメーカーかなって感じだと思うんですけども、そんな感じでそんな感じでちょっと韓国目線で今のメガポの売上ランキングね、総合の売上ランキングを見て話させていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、そんな感じでプラス韓国で今流行っているメイクなんですけども、そちらの方をねちょっと共有できればなっていうか、雑談形式でお話できればなと思うんですけども、で今韓国では妖精メイクっていうのが超絶流行ってて、耳をねこうやっていろんなグッズだったりとかが出てるんですよ。ここにはめて耳を見せるみたいなね妖精メイクにはなっていくんですよ。全体を踏まえてそういうものがね超絶流行ってて、そういう商品が非常にいろいろ出てるんですよ。すごいですよね。まあやっぱアイドルがねこうやって耳をピッてやってるのが多いので、まあ、女性の方ですよなんですけども、それが妖精メイクっていうのが流行ってて、まあ立ち耳フェラーとか、まあ、する方もいるのかなって感じなんですけども、まあそういう感じでこういう風に流行ってるのどう思います？見たことあるんじゃないですかね。まあそういうグッズがいろいろ売ってるんですよね。ここにはめてこの裏にねつけてこのままの状態にできるっていうのがあるんですよ。まあ、非常にコンパクトなものでちゃっと置くものがあるんですけども、そういうのが流行ってて見たことあるんじゃないかなと思う。妖精耳みたいなのがね、アイドルの方が非常にやってて韓国内で超絶流行ってるって感じなんですけども、日本でも流行ってくるんじゃないかなと思うんですけども、そういうグッズとかも9点とかで売ってるので購入されてる方いるんじゃないかなと思うんですけども、これから流行ってくる、今年の夏あたりにちょっと日本に流行るんじゃないかなと思うんですけど、もう韓国では爆発的に流行ってるんですけども、そういう若い層にはね20代とか10代に流行ってるんですけど、あとアイドルメイクを好きな方とか流行ってるんですけども、まだ日本では見かけないかなって感じなんですけども、実際先取りしてみるのはいかがでしょうか。もちろんね、このコンテンツ見られている方で存じてしてる方もいるかと思うんですけども、妖精メイク、エルフ耳とも言ったりするんですけども、そういうね妖精メイクしてみるのはいかがでしょうか。今年の夏ちょっと流行るのかもしれないですね。そんな感じで今回は、9点の、メガポの総合ランキングと、今ちょっと韓国でね流行っている妖精メイク、立ち耳、こういうねエルフ耳とかね言うんですけども、そういうのが流行ってるんですけどもシェアさせていただきました。そんな形で雑談も合わせて皆さんの方にシェアさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。で次はね9点メガ割りがね控えてるので、そちらの方も動画の方も続々と上げていこうかなと思いますので、ぜひこちらのコンテンツの方で購入の参考にしていければ非常に嬉しいかなと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。